皆さんこんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。横浜の古武館道場で、師範代やらせていただいている山口と申します。今日は合気道のからちょっと離れちゃうんですけども、社会人としての格闘技、実際の戦いの例としてお話ししたいと思います。他のテーマでも話しましたけども、一般の社会人で本当に殴り合いやったらですね、そこで相手を叩き潰したら自分ももう身の破滅ですね、逮捕されるし、それで正当防衛っていうのはほとんど成り立たないって言われてるんですよね。例えば夜道に女性一人でいて、周り誰も助ける人がいなかった。それで、痴漢に襲われた。痴漢を突き飛ばしたら相手が死んじゃった。その場合はその人は他の逃げ道がなかったからです。だけども一般にはですね、判例なんか読むとですね、助け呼べばよかったじゃないか、他に周りも人がいたじゃないかとかですね、いうことで相手が死んじゃったら犯した犯罪に対しては非常に厳しい。だからいや正当防衛だっていうとですね、かえって反省しないやつだっていうふうに裁判官に思われるらしいんですけども、私の父親の例なんですが、戦後まだなかなか商品が手に入らない。だからどこでも行列してたんですね。そうするとすごく柄の悪い連中がですね、入ってきて、横から入ってきちゃうんですよね。だけどみんな不満だけれども、やっぱり一対一で戦ったら怖いや、それから自分が矢面に立ちたくないわっていうことですね、黙ってたらしいんですよね。である時ですね、私の父親がですね、これは黙ってちゃダメだって、それで皆さんにね、大声で呼びかけたんですね。なんせ声がでかい親父だったんでね、皆さん今一人が入ったんですけども、これでいいですか？これでみんな黙ってるんですよね。それでこれじゃちょっとみんなの反応がないなと思ってね、2択許していいですか？ダメですか？そしたらもう入ったやつが睨んでんですよね。だけどダメですか？いいですか？これでみんな黙って、やっぱり自分も巻き込まれたくない。ところでそのうちに若い人が一人ですね、ダメだっつったらしいんですね。そしたら一斉にみんながね、並んでる人たちがダメだ出ていけ一斉にそういう叫び出した。その横入りしたのがですね、さすがにいたたまれなくて、私親父を睨みながらですね、出てった。そうしたらですね、その後みんなすごい勢いがついちゃってですね、誰か入ってくると一斉にみんな入らな、出てけ、帰れというふうにですね、みんなが盛り上がってきたですね。この場合ですね、親父が例えば一人で殴り合いやったらどうなるのか、自分も捕まっちゃいますよね。とりあえず一泊は留置所入れられちゃう。そうすると場合によって新聞に名前も出ちゃうかもしれない。そうすると調書を取られて検察庁に少なくとも送られちゃう。だけども全員を味方につけちゃうっていう戦い方ですね。それが一番いいんじゃないかなと。究極の格闘技、とも言えるんじゃないかな。私もですね、ある時頭を坊主にしてたんですよね。ここで八重洲口の交番にですね、すいません、新幹線乗るのどこ行ったらいいですかって言ったらですね、中年の警察官がいきなり、お前どこ行くんだって言うんですよね。これで頭が来てね、交番があって、後ろが八重洲通り。だから私はぐるっと振り返って、皆さん、今私は新幹線どうやって乗るんですかって聞いたら、いきなりどこへ行くんですか言われたんだけど、こんな対応でいいんでしょうか？そしたら警察官が大きな声出すなって、今大きな声出すなって言われたんだけども、こんなことでいいんでしょうか？そしたらもう焦っちゃってるんですよね。それでいきなりそれ以上争ってもね、しょうがないんで、ところで新幹線どうやって行くんですか？そしたらもう警察官がね、おろおろしちゃってるんですよね。返事ができない。だけどそんなことは別に自慢にはならないんですけども、自分一人で殴り合うんじゃなくて、周りの人たちを味方につけるのも一つの格闘技かなというふうに思いました。今日は
ちょっと空きどころ払っちゃいましたけども、ご清聴ありがとうございました。